しかしたら一番自由じゃないものだったのかもしれないっていうぐらい、なんていうか制圧があるものだなっていう。自分がどう生きるべきかは全部外にあって、神も外にいて、仏も外にいて、自分の中にはいないってことなのよ。自分がどこに行くかとか、どこから来たかとか、この世はどうやってできてるかとか、やっぱ知りたいよね。別に宗教をやってない関係なく、みんなすごい洗脳があるんだなって思ったわけ。あなたたちが自由になっていくっていうことが、たくさんの人たちを自由にしていたり、解放していくっていうことになっていきますっていう感じで言ってますね。自分はこう思うっていうことがあるわけじゃない。でもそれをただ殺して生きるのか、本当にその自分の意識で生きるのかっていうのは、またすごい葛藤が起きるわけ。私たちの今世の私たちに一番力を持つところは、意図なんですね。葛藤を抱えてる人はまだまだ多いと思うんでね。本当にこう、今回、すごい意味がある気がするな。はい、始まりました。スターチードチャンネルということで、よしです。あきかです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。今日はですね、なんと、とうとうね、このテーマについては、前一回やろうかなっていう話もあったんですけど、ちょっとこれは、ディープだなっていうのがあって、ちょっとね、だいぶ、半年以上、時が経ちまして。で、いよいよ何かタイミングじゃないかなっていうことで、今回このテーマにします。このテーマは、宗教ということですね。はい。宗教。はい。あきこさんどうですか？宗教については結構詳しいんでしょうか？はい。はい。宗教は入っていないんですけれども、宗教、無宗教かな？無宗教って言われる分類ですね。なんですが、なんか詳しいんですよね。なんだか知らないけど。興味がある分野ではある。っていう感じですね。そっかそっか。興味あるんですね。興味ある。僕はね、結構詳しいんですよ、実は。はい。じゃあなぜかっていうと、やっぱりうちの家がね、もともと実家っていうのは、宗教をね、やってました。で、仏教系ではありますけどね。そこでずっとこう、若い時もね、私もそれで、来て、で、ある時にやっぱり自分で考え始めますよね。何か自分の価値観というかね、そういう時に、何かこう、すごい葛藤があったんですよ、やっぱり自分の中では。で、その中に、やっぱり、こうすべきだ。こう生きるべきだ。その中には、もう、完璧にこう、これは正しい。これは間違ってるっていうことがあったのよね。だからそこに対してすごい葛藤があったという、若い時のね、記憶があるわけですよ。今はね、僕はもう、そういうのを超えて生きてますけど、だからね、結構、その人たちの悩みっていうのをすごく僕は、わかるんですよね。ああ、すごいですね。ここは本当に今のテーマというか、私もそうですね、今回このテーマにしようと思ったのは、やっぱりスターシードっていうか、こう、目に見えないことに興味がある人っていうのは、宗教とか、あとスピリチュアルもそうですし、同じなんですよね。つながっていますし、やっぱりこういうことを探求したいっていうのは人間の心理だと思うので、とても自然なことなんですよ。だけどやっぱ日本って結構遅れてるというか、なんだっけ？オウムとかね、ああいうのがあって悪いイメージがついてたりすると思うんだけど、実はもう海外っていうのは宗教がない国がほとんどないというか、みんな必ずっていうほどなんか大体持ってるんじゃないかと思うんですよ。自分が信仰してるものとか、あとはなんか進んでるものだっていうことをやっぱり言いたいというか、全部がいいわけではないけど結構進んでる、目に見えないことに関しては進んでるんですよね、宗教って。そんな感じかな。じゃあ、例えばこういろんなね、今、そういった宗教に属している人もいたりね、するわけじゃない？もしくはこう家がそういった宗教をやってるっていう人もいるわけじゃない？で、そういった人たちに対して、じゃあ、例えば僕らこうやって言ってるのっていうのは、じゃあ宗教とかも超えた、ある意味枠を超えたっていうところを、
こう伝えてきているんだけど、そういう人たちにはどういうふうにやっぱりこう伝えていく、どうやって生きていけばいいのかなっていうのが結構ね、まあ、ある意味こう、センシティブというか深い、ちょっとね、こう、ところになるんだけど、どう思いますか、その辺は。そうですね。だから、まずそのご自身たちがこう探求したいって思ってる、その気持ちとか宗教っていうものに対しての偏見みたいのを感じてる方多いと思うけど、私はそれはとてもいいことであるというか、人間の本当に自然な心理ですし、やってることにこう偏見とかを見る必要はないと思うんですね。だから、今ここで見ている方たちももしかしたら宗教っていうものに対して偏見を持ってる方多いかもしれないけど、そんなことないんだよっていうことをまず伝えたいのと、あとね、でもどうしてもなんかね、宗教って抑え込むというか、なんていうのかな、いい悪いというか、何かのためにみたいな、神のためにみたいな感じとか、何か上と下をやっぱり作ったりとか、なんていうのかな、自由じゃない。自由じゃないんですよ。でも宇宙ってもっと自由だったんですよね。だからここの、なんていうのかな、もしかしたら一番自由じゃないものだったのかもしれないっていうぐらい、なんていうの、制圧があるものだなっていうことがだんだん分かってきて、どうですか、その辺、吉さんは。制圧がいい、すごい。やっぱりね、結局は、まあ多分多くのその宗教にね、やってた人とかはわかると思うんですけど、正しいことっていうのは決まってるんですよ。もう、これは間違っている、これは正しいっていうのがあって、そこに反すると、すごく、やっぱり、良くないっていうふうになっちゃうわけね。だから、例えば僕なんか子供時代にね、いいことがあると、それはこの宗教のおかげだよって言われたりとか、悪いことがあると、あなたそれちゃんとやってないからよって言われたりとかっていうことがあるわけ。結構それは結構子供ながらに傷ついたよね、結構ね。なんていうかなんですよ。それは自分のことを見て欲しいじゃない、子供っていうのは。いい悪いみたいなものを、そういう基準をもとにこうね、言われてしまうってこともあったなっていうのを思い出しますね。恐れるものが出てきちゃうかね、そうすると。あとはだから、恐れというか、罰とか、罰っていう概念があるんだよ。多くの宗教の中にはね。だから、その宗教のまあ、戒律っていうか、教義に反すると、罰が当たるよってなっちゃうわけ。例えば地獄に落ちるよとかなっちゃうわけよ。怖いよね。怖いよね。怖い。そうなのよ。でもそうなのかなって思ってましたよ、子供時代にはね、特に。そう。だから、この話はすごく、本当にね、これは、今時が来たからもう言いますけど、結構すごい、さっきのね、繊細な、センシティブな、ある意味こう、いろんな人たちの、まあ、気持ちをね、こう、かき乱す可能性があるなっていう動画だと思ってたわけよ。だから、すごく、躊躇もしてましたけどね、この部分については。そこにね、やっぱりいたから分かるっていう。でもあれだよね、盲目になっちゃうっていうか、感じのとこもあるよね。なんであんなに盲目になっちゃうのかな。まあ、イメージ的にね。結論を先に言っちゃうと、多くの宗教はね、まあ、ただ僕は、今はね、その宗教に対しては、ジャッジはしなくなったんだけど、ある時自分がね、なんていうかな、ある時そこから自分の考えっていうものに移行する。まあ、要は、ある意味の、まあ、人間誰しも洗脳っていうのがあるとして、人間、この世界に生きてる人はね、一つその宗教というの中にある、まあ、洗脳的なその、なんていうかな、洗脳っていうと前だけど、一つのね、これがこうだよっていう、教えね。考え方、教えみたいなね。そこをただそう信じてた場合にですよ。外側にあるんですよ、すべて。自分がどう生きるべきかは全部外にあって、
神も外にいて、仏も外にいて、自分の中にはいないってことなのよ。でもね、ただそう言いながら、で、だからそこでね、結構葛藤して、そこから自分の、生き方っていう風になるまでにすごい時間かかった、僕の場合は。すごい年数をかけました。それはどうやってそういう風になってたの？よしさん、今のよしさんのように。そこを知りたい人も多そうですね。そうか。その前になんだけど、今はだけどね、その時は一回、そう自分の考えになるまでに、一回すごくアンチになりました。ある意味ちょっと憎みましたよ、そういう、まあ、競技だったりとかをね、ある意味。だけど今は、ありがたかったなって思うようになったり、あとは、それを信じるも、ね、宗教、いろんな宗教あって、信仰っていうのは僕はいいとは思ってるのよ、本当は。だけど、じゃあどういう、まあ、その宗教を持っている人たちの、どういう人が僕はすごいなって思うかっていうと、今思うのは、宗教という教義があるんだけど、それがあるんだけど、ただ自分の中にそれがあるんだって思える人たちがすごいと思ってるの。だから、そうだよね。わかるわかる。だから、例えばキリスト教だとしたら、キリスト教の教義は確かにいろいろあるじゃない？プロテスタントとか、あとは、いろいろあるじゃない？で、ただし、すごいな、この人はっていう方は、絶対に、その神っていうのが自分の中にいるんだっていうことを言ってるのよ。わかる。そうだと思いますね。例えば昔のなんだっけ、哲学者かな、昔なのかな、エマーソンっていう詩人がいるんだけどさ、エマーソンっていう人が。エマーソンっていう人は、キリスト教だと思うよ。で、その人が、なんかその詩に書いてたのは、自分の外に神という存在を、置けば置くほど、自分はすごくちっちゃな存在に感じるって言ってて、だけど、自分の中にその神というものが、存在がいると、感じた瞬間、自分はとても、価値あるものだと感じれるみたいなね、そんな詩がある。これはでも本当そうだね。だからそこに気がついてる人っていうのが本当の意味の、まあ僕が尊敬する宗教者であるなと思うわけ。これがでもだってヒンズー教だってインドもそうだもんね。だからみんな、入ってるっていうか信仰してるんだけど、人によってなんかいろいろっていうか、すごい理解してる人もいれば、全然理解してない人もいるし、本当に幅広いし、すごいなんか理解してる人をやっぱ内側に見てるっていうのはすごい感じましたね。で、じゃあどうしてその多くの人たちが結構その枠の中にとらわれてしまうのかって話をすべきかもしれないよね。それはおそらくですけどね、やっぱりまあ、ある意味ちょっと一神教的な宗教観っていうのがもし、あるとするならばよ。それって結構辛いじゃない。一神教一つだけってことね。例えば、うちの宗教はすごいんだ。だからその他のは間違ってるんだって言ってしまったらさ、それ以外はもう悪になっちゃう。ダメになっちゃうね。悪になっちゃうとね。苦しいね、それはね。だから、そこにもしとらわれている人たちがいて、いやなんか、でもそこから、なんていうの、こう、自分が、なんか本当は、そうじゃないかもしれないなと思っていてもね、なかなかそこからこう、自分の意見を言えないっていう人たちが多いと思うのよ。なるほど。でもやっぱ制圧というか圧があるね。なるほどなるほど。だけどね、まあそういう一神教の人たちの中でも結局さっき言ったような目覚めっていうのが起きてると僕は思ってるのよ。確かに教義はそうであろう。でも自分はどうなのかっていうところを立ち返るかどうかっていうことだと思うんだよね、今。今はでも本当に多いと思う。なんかだから今回宗教っていう形にしようと思ったのは、やっぱりみんななんだろう、こういうところに目覚めてきてて、この先にやっぱり来てる人たちが本当に多いんじゃないかなって
そういう話題も多いし、やっぱり世界中でね、宗教ってやっぱりあるから、でもそれでも目覚めてきてる人たちがいると思うから、そこを伝えてあげたいですよね、本当ね。いいんだよじゃないけどね。いいんだよだよね。そう。だから僕全部いいんだよになってんだよ、最近だから本当は。全部いいよねって思えるようになったわけ。全部いいんだよね。ようやくね。でも葛藤があったよ。ずーっと葛藤があった。もう本当に。えらい大変でしたよ、本当にね。お疲れ様でしたね。まあ、ただね、まあ、その辺をもうちょっとさっきね、あきこさんとかがよく言う、前世の話を言うならば、まあ、完全修行僧の僕もね、一人ですから、だから好きなんでしょっていう話になっちゃうんだけど、やっぱ生まれたらさ、やっぱりこう自分がどこに行くかとか、どっから来たかとか、この世はどうやってできてるかとか、やっぱ知りたいよね。そう言って本当に人間生まれてるから、なんだろう、欲求としては必ずあるんじゃないですかね、みんな。見ないようにしてたりするかもしれないけど、ふっとした時にやっぱり考えることだよね。そうそう。だから僕の場合もやっぱりそういう欲求はあったのよね。だからね、3歳から瞑想とかいうのもあるけど、なんかそれはまあ家的にそうだったしってのもあるんだけど、まあそうなってくる。ね、でもそうなってくると、それプラスやっぱり自分の中で探求したいっていうのがあったわけよ。あったんだね。人生とは、生きるとは何ぞやみたいな、結構。わかるわかる。楽しいよね。楽しいのよ。そこすごい私も好きです。で、まあ一応ね、その家もそうだったしさ、じゃあそう探求しようってことでそういう、まあ僕の場合仏教系ですけど、すごい探求してめっちゃ学んだわけなんだけど、学んで、修行したわけなんだけどね。はいはい。そう。まあでもある時にやっぱり自分自身の考えっていうのは起きてくるじゃない。じゃあ自分はでもこうしたいんだとか、自分はこう思うっていうことがあるわけじゃない。でもそれをただ殺して生きるのか、本当にその自分の意識で生きるのかっていうのは、またすごい葛藤が起きるわけ。多分その宗教の家にいたとかいう人は特にそうね、自分で選んだわけじゃないとかいう人は特にそうなると思うんだけど。すごい葛藤。これは本当にすごい葛藤よ。もう本当に家族やなんかそういうとかもう叩かれてしまうわけじゃない。そう、もしなんか自分の生き方をこう生きるんだって言った瞬間ね。例えばわかんないけど、例えば、キリスト教の人がある日、イスラム教になりますって言ったら、やっぱりキリスト教の親は怒るでしょうけど、そうだよね。怒らないかもしれないけど、そういうことと同じかもしれないよね。だから、本当にね、すごい多くの人たちが、世界の本当に、まあ日本はね、あんまり無宗教の人多いと思うけど、そうだよね。世界で言うと9割ぐらいは何かの宗教。命がけですよ、他の国なんて。もっと命がけだし、大変なこと、インドとかだと本当大変なことになっちゃうっていうかね。でしょうね。本当にそうだと思いますね。そう。あとは、やっぱりまあね、さっきの、もともとのやっぱり宗教の成り立ちっていうところら辺もやっぱり考えてもいいかもしれないですよね。で、勝手な僕の妄想だけどね、僕は釈迦が結構好きなんだけど、釈迦ってあんまりそんなに、なんか多分だけど、いや、いいじゃんって言ったと思うのよ、勝手な僕の釈迦像は。こういう生き方もいいね、こういう考え方もいいねって多分言ったと思うわけ。妄想なんだけど。だけどやっぱり、ある宗教とかになっていった瞬間、やっぱり権力とかもあるじゃない。その権力、あとは、政治とかと結びついたりとか、いろいろね、いろんな流れがあって、各宗教、組織となっているわけじゃない。組織の理論みたいなもの出てくるじゃない。そういうこともあったのかなっていうのはあるわけ。そうだね。けど、多分だけど、まあ、キリストにしろ、お釈迦さんにしろ、多分超絶宇宙人だった気がするわけよ。宇宙人だよね。いや、でもそうだと思いますね。そこにはさ、別にこれがいい、これしかダメだっていうことは言わないと思うんだよね。言ってることはだから多分、その大元みたいなやつっていうか、その人たちが言ってることはさ、
全部一貫してるんだと思うんですよ。同じことしか繰り返し言ってないし、宇宙の真理を説いてると思うんだけど、そこに対しての周りの人たちの、だから人間のエゴとか、なんかそういう宗教じゃない、政治的なものとかにやっぱりこう絡んで、ひん曲がっちゃったってことが多分宗教のこれだけいろんな種類になっていたり、だから真理ってもっとシンプルで、その大元の存在たちは、すごいシンプルなことをただ伝えてただけなのに、人間のエゴが入ったっていうところも多いのかもしれないね。だね。お金とかね絡んできたり、なんかそういうところもあったんだろうなと思いますね。だね。あれですか、インドの場合ってなんかどんな感じなんですか、ちなみに。インドの宗教。そうだな。なんか生活に根ざしてるけど、やっぱりその何かあった時に、拓郎って言うんですけど、拓郎のおかげみたいな。で、言われたり、だから、この間もなんかこう、おみこしみたいのが来て、拓郎が来たから、なんかこう、なんでこうやってお祈りしてって言われたんだけど、それからそういうなんで別に今自分がやりたくないのにやってってみんなそれでやるんですよ。そういう感じのなんていうのやっぱすごいものみたいな感じで生活に根ざしてるし、それをやるのが当たり前っていう感じかな。やらなかったんですよね。でもやりたくないし、なんかもうそういうの違うというかさ、でもそれを何も考えずに生活にすごい根ざしてるから、みんな何も考えずにやってるっていう感じ。お祭りみたいななんだろう、行事みたいになっちゃってるかな、インドのこれ。なるほどね。結構自由ではあるような気がする。いろいろありそうでそんなないというか。まあだからなんかわかんないけど、そういうある意味こう当たり前にこう何かしらの宗教がある国っていうのだとまた逆にちょっと違う見方があるよね。でもそうだ、宗教について深く考えてない、逆に考えてないっていうか、まあそんなもんでしょうみたいな感じだよね。そう。深くあんまり考えて探求してる人って結構少ないかもしれないね。そうか。もしかしたらね。朝起きておはようっていうようなもんで、まあ普通にこう、ただ、そうでしょみたいにやってるんだよね。日常になりすぎちゃって、っていうところはありますね、インドの人ってると。そうか。あとは、あれですね、僕の場合はなんか結構ある程度すごいガチガチの時代を経てね、自分の意見に、まあ、なるまでに、僕はね、昔ね、匿名でね、ブログやってたんだね、そういえば。何書いてたの？なんかまあ、そういう自分の、こう、感情とかこう考えをこうなんて匿名で、その時の方がもっと厳しい時代だ、もっとそういうの言っちゃまずいよねっていう時代だったからさ、結構前なんだけどね。でもそしたらやっぱりすごいアクセスが増えてきて、匿名なんだけど、すごいやっぱり共感してくれる人も多かったね。そういうすごいですね。今はもうないんだけど、そのサイトは。サイトなくなっちゃったけど。でもそういうので自分の中の感情とか価値観をこれ洗っていったんだろうね、多分ね。出したんだ。出していったんだ。出していったんだ。それぐらいしないと、さすがにもう、それがもう、書き換わらないぐらいになってた。なるほど。そういう過程を経て、今の良さがあるんだね。で、そこで気がついたことがあったんですよ。はい。それはだから、これみんなが洗脳なんだなっていうのがあったの。だから一般的な人が別に宗教をやってない関係なく、みんなすごい洗脳があるんだなと思ったわけ。まあ洗脳といえば洗脳なんだけど、いわゆる価値観を何か外部から、社会とか親とか国とかからなんかこう、すごいガチッとこうはめられちゃってる感があるなっていうのが外から見えたかな、なんか。なるほど。だから全員だったんだっていう気がしたのよ。でもそういう経験があって今なんか僕はずっとなんかもう同じことばっかり言ってるあなたが想像しやよっていうのを言いたくなったのがその辺ぐらいからで、十何年前にね。すごいね。真理にたどり着いたんだね。本当の、これ以上だってね、ないっていうか、だって力持てるもんね、みんなが。そうなのよ。
すごいすごい。私ね、やっぱりね、宗教っていうものの一番の、いいものだと思うんだけど、私はやっぱりそれを超えたことを伝えたいし、私自身はそれの超えたところから来てるっていうところで、やっぱりなんかこう、なんて言うんだろう。一番の要になるところを抑えてたんだなっていうことがちょっと昨日で分かったんですけど、なんとなく分かんないよ。私は宗教っていうものをやってないから分かんないんだけど、我とか欲、我とか欲ってダメってやる？宗教って。あるね、あるある。我とか欲を抑えてるから、じゃあその我とか欲が出てきたら、ダメだダメだ、私がいけないんだっていう感じでやってると思うんだけど、じゃあ宇宙的に見た時に意図なんですよ。我とか欲って最高なんですよね。だから自分がそれで力を持つんですよ。だから私たちの今世の私たちに一番力を持つところは意図なんですよね。だからブッダがすごくてとか神様がすごくてとか宇宙人がすごくてとかじゃなくて、この自分はこういうふうにしたいっていうふうに意図を持つと、そこにエネルギーがただ流れてきてそれが実現していくっていう世界だから、意図を持つっていうことが一番面白いことだし、一番私たちが力を持てるところ、っていうかそれが私たちだったのに、宗教ってそこを我とか欲として抑えてんだと思って、だから力を持たせないようにしていたっていうところが見えて、これわかんない、全部がそうかわかんないけど、我とか欲って逆に言ったらすごいいいもの、基本的にはそれをやってるからこそ力を持てて遊べることでもあるわけだから、こうやっちゃってんだって思って衝撃だった感じ。多分そうだと思うよ、ほとんどは。やっぱりこう、なんかね、犠牲にしてとか、自分を犠牲にして、まあ、献身的に、こう、やるもあるし、だからさ、抑えるから、抑えると炎上するんですよ。感情とかもそうなんだけど、抑えると、表で出てくることはもっと激しい、ひどいことが起きてきたりとか、だから制圧があるとひどいことが起きてきて、私のせいだって、またずっとそれをみんなさ、大変な人生みたいなことを多分宗教とかやってる人とか、まあ宗教だけじゃないですけど、繰り返してる。だから自分を抑えるっていうことは、外の世界が倍増してひどい目に遭うっていう感じだから、ずっとそういう感じで人間ってさ、なんていうのかな、抑えられた世界っていうか、まあそれで遊んでたんだと思うんだけど、そんなことやってて繰り返して、なんていうのかな、ひどい目に遭ってるみたいになってるんだったら、やっぱり自分が力を持つためにこう意図したりとか、なんか抑えないっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。これがやっぱり見てて分かって、それでなんか特に宗教やってる人はだから怒りをためたりとか、私から見ててね、怒りをためるっていうこと、だから余計に怒りをためるから外側の世界でグッてくるものがダイナミックに嫌なことに合ってる人が多いから、なるほどね。見てても自分でやってんだけど、宗教やってる人は全然報われてないというか、報われてるようで報われてなかったり、ダイナミックに嫌な目に遭ってるなーって見てて、自分でやってんだなーっていう感じで言ってあげたいなって思ったんですよ。わかるわ。あとはね、大丈夫ですか？あとはそうだな。やっぱり逃避っていうのもあるかもしれないね。逃避。現社会がすごく辛くてね、例えばこう、そこに逃避したいって欲求があるじゃない、人間。いいことだよね。逃避したっていいじゃん。いや本当に私はこれはいいと思うよ。だってさ、スピリチュアル、いいと思う。スピリチュアルとか宇宙のこととか、宗教だって苦しいよ。外の世界見てたら苦しいから、その気持ちもやっぱり大事にしてあげてほしいし、なぜいけないのそれは。逃避っていうのが、例えばね、いい逃避悪い逃避があるかもしれないね、じゃあ。例えば、なんていうかな、逃避のパターンで言うと、逃げ？例えばよ、見て見るふりをするっていうのは、そこに超絶エネルギーを注いでると同じなんじゃん。例えば、わかる？それってすごく、
例えばネガティブなものがあったとして、自分が嫌なものがあったとして、そこはあるんだけど、そこに見て見ぬふうして他をぐーっと見てるってことは、そっちに意識をずーっと置いてると同じになっちゃうじゃん。だかああ、ら、分かってるけどね。だからそれは別に逃避はいいかもしれないけど、逆効果だよっていうふうに思えることが多いのよ。ああ、そうね。それはそうだね。それはそうだわ。見るんだったら見ちゃった方がいいよってとこで、意識をそっちに向けるのは確かにありなんだけど、それは逃避ではないから、逃避って僕が思う逃避というのはさっきみたいな、本当はそっちにエネルギーとか意識が向いてるのに、見てみるふりをするっていうのは、もったいないって感じでする。これはだからさ、闇を見るっていうのと一緒かもね。闇があるって分かってるんだけど、そう、やっぱり光ばっかり見てるパターンの人は、やっぱ闇を先に見た方が早いよみたいな感じの、まあそういう感じのそれもあるね。そう。大きくなってくるよね。そうだね。だから、そうだね。そういうのはいい。そういう、まあいいか。だからそうね。そんな感じする。そこはでも結構ね、考えてきたな。まあなんか僕もなんかね、こう、コンサルじゃないけどさ、いろんな人たちの、アドバイスとかもやってきた方だからさ、その時に逃避的なものが見える人も多かったのよ。ああ、なるほど、なるほど。だから、逃避っていいって言えないんだよな、僕の場合は。なんか、もったいないっていう方が大きいかな。そのパターンがずっとそのでもちょっと、はい。私ちょっと言いたい。どうぞ。それも許してあげてほしいな。やっぱそういう風にして気持ちが安らぐんだったら、なんかビジネス系の人ってさ、すごい厳しいよ、そういうとこに関して。いや、厳しいし、スピリチュアルもふわふわスピリチュアルダメとか言ってる人いるけど、だってそういう風にふわふわしてて、だって現実があまりに厳しすぎるんですよ。現実っていうか、この外の世界見てて、ヘトヘトになってて、やっとスピリチュアルがね、で、少し、なんていうのかな、ふんわりしたりとか、ちょっと逃避して、ふんわりして、落ち着かせてあげてほしいんですよ。でもそこにすごいみんな言うから、いいじゃんって思う。で、またそこで見なくちゃいけない時が来て、見るんだから、最高最善になってんだから、そこつつく人多くて、私はいつも、うるせえみたいな。まあ、それは多分ね、男性性と女性性の違いかもしれない。とはいえ、僕はね、最近、だけどね、夏至ライブを全部見たときに、もうやっぱり価値観がもう変わりましたよ。もう全部ありなんだなっていう。全部ありなんだ。調和してたもん。調和とさ、やっぱりあれだったよね。すごい次元に飛んだって感じだね。飛んだ感じある。まあ、そうね。ありがとうございます。ビジネスってやっぱちょっと戦いのエネルギーがね、どうしても残っちゃってるからね。もっとそうだな。すべてが最善になっているから、なんていうの、その人は今いるところも最善になっていて、本当にその人のことを思うんだったら最善に導かれてるんだなって、ただ思ってあげるだけでいいと思うんだよ。こっちがこうしなくちゃみたいなとこはやんなくたって。現実苦しいですよ。現実ばっかり見てると。しかもさ、真逆のことばっかり言われてきてて、頑張ってきて頑張ってきてまだ頑張れっていうのかっていうところで、やっぱりすごい苦しい人いるから。わかる。それもわかるんだよ。なんか闇じゃないけどさ、最近こうね、まあ動画とかそういうのもちょっと絡めて動画を僕も作る。だけど、最近作ったやつがもうなんていうの、よくよく考えたらこの世界のやっぱりさ、なんかめっちゃみんなの努力の 99% そがれてんねってこの世界って思うわけよ。だから 1% の残りかすで僕たちはよく幸せに生きてんなみたいな話を思ったんだけど、だからそんだけみんなすげえ頑張ってんなって思うわけ、最近は。だから、もう別に頑張らなくていいなっていうのもある。本当にそうだと思いますね。大きい目で見たときに、だから宇宙から来て、やっぱりまあ宗教であったり、いろんな、こういう外側の世界での、苦しさっていうのをやっぱり体験して、この制圧なども体験してた私たちですけれども、やっぱりもうここから外れて、まあいろんな段階があるんだけど、やっぱりいい方向に導かれてるから、寛容な目で見ていくっていうこと、あと抑えないとかね、そういう感じが大事だと思いますね。いやー、でも本当にこうね、まあこの動画がもしかしたら世界にね、反響を及ぼすのかわかんないけど、なんかそうなのよ。だいぶ変わる気がしてんのよね。なんかその宗教というものが。
そうだね、本当に今ね。本当にそうだと思いますね。やっぱりスターシード、スピリチュアルに興味がある人っていうのは、目に見えないことに興味がある人っていうのはやっぱり今世宗教やってなくてもやっぱり前世で宗教者であったってことは多いと思うし、人間やっぱり生まれたら必ずこういう自分がどこから来たかとか心理っていうものを知りたいっていうのは人間のこれ欲だと思うんですよ。欲求だって存在してるんだから知りたいですよ。でもやっぱりこういう感じのことに抑えられてきてたり、やっぱひん曲がったものっていうのがもうあったっていうのかな、そこから私たちこのね高次元になってきて地球のこれだけ波動が上がってきてるからやっぱり真理に気がついてきてる人たちがいて、そういう方たちにこの宇宙のシンプルさとかが必要になってくるというか、楽にだって何でもいいわけだからやっぱり自由になっちゃうんですよ。だからだからそろそろある意味二元論的な宗教観の中に生きていたかもしれないけど、でもね、それはそれでもしね、もちろん、そのままでもういいかもしれないけど、一つその視点としては、なんか宇宙的なものも一緒に持てば、僕はなんかすごくいい感じになると思うんだよね。宗教ってやっぱりなんていうの、家のこともあるだろうし、いろいろあるじゃない？だから、その宗教がどうだとこうだってなかなか、言えないところもあるんだけど、ただ、自分の中の、考え方とか生き方とはまた別になるから、第一番目を自分に置いてほしいのよ。そこだけはもう共通かな。宗教団体とかあったとしても、自分が一番に置いて回ったら、自分の心というかね、それだけかな。自分の信じてるものと自分は同じ存在だっていうところだろうね。だから、もしそこに、それよりも上になるのかな。上とか下だと、上とか下って基本的には多くの宗教の今までのパターンっていうのは、自分よりも上にあるの、宗教っていうのが。教義とか。だから結構辛いんですよ。だから自分はその下にあり、自分の中で生きないといけないっていうのが多いんですよ。インドもそうだな、見てて。だけどそろそろ自分にもう取り戻してもいいと思いますっていう感じ？自分に力をね。そうだね。自分のペースでいいけど、こういう考えになると面白いですよ。楽だしで。面白い。そうすると宗教自体も面白くなってくるんじゃないかな。そうだね、また違った見方できるし、結構さ、スターシードの人っていろんな宗教とかもやったり、なんか試してるんだよね。多いのよね、意外とね。多いし、しかも一種類じゃなくて何種類か照らし合わせたりして、やってるんだなっていうところで、私もすごい、だからヒンズー教を読んだりとか、クリスチャンのなんかそういうの読んだり、仏教のことやってみたり、なんかそういう興味あるもんね、やっぱりそういうこと。でもみんなそこで、なんていうのかな、これじゃないんじゃないかとか、もうちょっと先にもっとシンプルなんじゃないかとかにやっぱ気がついてきてるんだなっていうので、すごいなーって、同じような道たどってるね、みんな。なんかみんなそうね。でも今回こういう話をするのもなんかあれじゃない？なんとなくみんながそういう視点になってきたな感のタイミングなのね、多分この動画もね。そうですね。本当にやっぱりみんなが目覚めてきていて自分の力に気がつき始めてる人たちが多いっていうこのエネルギーの後押しだろうね。こういうことは結構タブーというか言いづらいことですよ。でも私は無宗教でやっぱり生まれ育ってきて、でもなぜか宗教が分かるんですよね。分かるし、だからで宇宙的な視野っていうところで見ていて、なんていうのかな、もったいないっていうの？もったいないっていうか、いいものなんだけど、もうちょっと先の自由を与えてもいいんじゃないかって思うし、なんだろうな、知ってほしいっていうところで、もう今だったら言えるかなと思って、今日はヨシさんに提案したっていう感じですね。はい。ね、とうとう来ましたね、時がね。だったね。そう。じゃあどうしよう。また宇宙的にね、どうでしょうか、メッセージって今回またもらえますかね。はい。宗教についてね。宗教について。何が来るんやろうね。すごいね。どうなんだろうね。はい。地球最大のテーマです。本当。
最大のテーマ、このテーマは結構でっかいテーマ。っていうか地球最大の遊びであり、そうですね。ここの多くの人たちはもう気がつかなければいけないというか、宗教っていうものは結局この今見せてくれてるイメージは地球があるとしたら宗教っていうその枠の次元で止まっちゃうみたいなんです。もっと大きな広がりが私たちはあるんですけど、例えば信じてるものがここまでと思ったらここで止まっちゃってるみたいなんですね。わかんないけど。ここで止まっちゃうんだけど、もっとあなたたちは大きなものなんですよっていうことで伝えていて、でその枠っていうところかな、枠っていうところをやっぱり、体験する遊びっていうのを本当に、地球人は好きだなみたいな感じですごい面白い遊びなんだって。ここは結構やりたい人も多い、すごい多いんだって。そうなんだ。そう考えたらいいね、それ。面白いね。これは最大の遊びであって、なぜならあなたたちはもっと自由なところから来ていたり、自由な表現自由そのものだから、自由とか愛とかそのものだから、そういったものを経験することによってものすごく広がりが出てきて深みが出てくるっていうことで、やっぱりすごい宇宙からすると大人気のそうなのね。そうなんだって。だったみたいです。それであとは、そうですね。でもここからもう遊び疲れたみんなというか、そうだな、宇宙的な広がりとか、本来の自分自身に力を持たせるっていうことをしてなんていうの、この遊びがもっと発展していく時っていう言い方をしてますので、ここに対してのなんていうのかな、遊びが拡大して発展していくっていうことになっていくみたいですね。そうだな、たくさんの人たちはでもそういうことに全然気がついていないし、まだまだその遊びをやりたいっていう人も多いんだけど、半分ぐらいの人たちは気がついてきているっていう感じみたいです。で、そうですね。いろんなことの融合であったりとか、今地球の変化と意識の変化っていうことが大きく起きて、こういうことが今回のこういう議題というか、こういうお話が出てきてるので、気がついてきてる人たちは自分のペースで自由になっていくこと、あなたたちが自由になっていくっていうことが、たくさんの人たちを自由にしていたり解放していくっていうことになっていきますっていう感じで言ってますね。はい。すごい。いや、なんかね、いろいろね、こうね、葛藤を抱えてる人はまだまだ多いと思うんでね、本当にこう、今回、すごい意味がある気がするな。そうですね。やっぱりこの、あとその日本に対してかな、日本っていうか、自由な宗教っていうものに対してやっぱり自由ですから、日本っていうのは結構自由な方っていうのかな。そうだからここは結構その視点っていうのがすごいやっぱり必要なんですって。地球全体の自由になっていくとか、そういうやっぱり観念のここまでしかできないって思い込んでる観念で縛られてる人たちがたくさんいるから、私たちのこの自由さみたいな、宇宙的な自由さなのかな、ここの考え方観念っていうところで結構自由にしてあげられるっていうところがあるみたいですね。期待してるっていう感じで宇宙が言っている感じです。この自由な遊び、もうちょっと発展するみたいだからね、この遊びが。そうなんだ。っていう感じで言ってます。どうなんだろうな。そっか。面白いね。何の期待してんだろうね。何の期待、だから自由な遊び、こういう枠っていうのも自由なはずなんですよ。枠の自由さもあるし、枠を外れたところの自由さもあるんだけど、枠を外れた自由さをやっぱり今世生まれてる人たちは結構体験したい人がたくさんいるから、そこに対しての何かこう気づきみたいなとこは結構日本人というか私たちのこの考え方とかと一致してるのかもしれないですね。こういう感じで言ってるからね。日本人はね、八百万的な発想で、なんかね、別にここにも神様いてここにも神様いてみたいな、そんな感じ
釈迦も仏もみたいなね、キリストもみたいなのが、ね、全部 OK みたいなパターンだもんね。うんうんうん、そういう意味では日本はすごい。何でも OK だもんね。宇宙的なのかもしれないね、そういうところまで。ね。はい。すごい。よしさんはどうですか？なんか最後。最後？今日のテーマについて。今日のテーマはやっぱこういうのを語るのにすごい時間かかったなって気がする。ここ言うまでにとてつもない年月かけたんだなっていう気がしましたね。そしてとうとう今時が来たんだなっていう気がしました。はい。かっこいいね。時が来た。そう。まあね。いやでもすごい良かったと思います。じゃあまた最後にちょっと皆さんにね、ではではでいきましょうかということになりますが。はい。はい。それではまたお会いしましょう。ではでは。ではでは。では。ありがとうございました。ありがとうございました。自由。自由だ。枠。自由だ。よかったね、よしさん。自由、そうね。自由になっちゃった。自由になっちゃったね。自由になっちゃいました。はい。これが一番の自由なんじゃないの？だってこれで動画でも、動画でも出して、本当に自由になったの。自由になっちゃったね、これね。はい。よかったね。